にちは。今回は瑠璃の宝石第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。なかなか両アニメやん。今季一番性的なアニメだったわ。エロと学術的なものは両立する。体もさることながら背景良かった。この子武器として使ってきそうで持たせたくないな。今季のダークホースだなこれ。とても高校生には見えない主人公。エンディングは今季ナンバーワンかもしれない。こいつ高校生なのにガチすぎるだろ。高校生なんて子供だよ。宝石採集に取り組んで回を追うごとに成長していくんでしょう。おそらく多分きっとよくある美少女にうさん趣味やらせてみた系と違ってこれは結構ガチめのやつだな。こういうとこって実際はめっちゃ虫がいそう。それがなきゃ行きたいんだが。下半身もいい感じにむっちりしてバランス良いな。これ NHK でやれよ。父と尻が影も形もなくなるだろう。秩父の河原でハンマーを持つオタが現れるな。これで崩れするんじゃねえか。ダイヤモンドとかもそうだが宝石の値段が高いのって宝石じゃなくてカットなどの技術料だしな。パステルメモリーズのエンディングみたいな絵柄で本編やられてる気分だ。石拾うだけなのに壮大な BGM やな。いちいち日韓的だな。鉱物ハンマーって結構高いぞ。このアニメは見られるな。期待してなかったけどええやん。なかなか面白くていい出来だ。 NHK あたりでやってそう。お気に入り終わり方。これは土曜のアニプレ枠でやるべきでは。そのまま眠れそう。作画は凄まじいな。雰囲気楽しめるなら神アニメだわ。鬼前の会社だからな。オープニングといいエンディングといい質アニメ狙ってるな。欲を言えば1時間遅くしてほしかった。これ見て寝るくらいの感じで。お尻好きとしては文句のつけどころないアニメだった。素晴らしい第1話だった。オープニングエンディングは良いな。エンディングでバレエを踊るアニメは名作なんよ。結構癖の強い作画だな。めちゃ面白かった。継続。期待通りめちゃくちゃ良かった。おまるパイすんごい、背景すんごい。この世界って爆乳爆尻と貧体の2種類しかいないのか。こんなマイナーな題材でこの時間にやるとは。とんでもねえ冒険だとは思うが、作画も気合入ってるし頑張ってほしいな。えらい気合入った作画だと思ったら無色と鬼前のとこか。そりゃすごいはずだ。ダークホース作画もオープニングエンディングも力入ってたし面白かった。現実には宝石採掘なんて無理だろうけど、あとあそこまで爆乳にせんでも。いやいや、この題材でキャラデザまで硬い感じだったらとてもアニメ化なんてできんよ。すげえよかったよ。そばに山あったら掘りに行ってるところだったわ。ハンマー持って女の子が冒険してるからメイドインアビスを思い出すわ。悪くないけどこの時間は間違いなく忘れる。実況が深夜アニメマラソンモードに入るのがだいたい22時だからな。作画が最後まで保つといいな。鬼前のとこなら信頼できそう。熱帯魚の水槽の底砂とかでもよく使われとるしな。わやっぱ鬼前んとこはすごいな。早く鬼前も。来週も良いお尻を見せてくれ。え、良いアニメだわ。主役の一割と濃いキャリアしてんな。くのいちのサザンカだったんか。確かに同じ声や。ハニレモの変動か。あれは良いキャラだったわ。もう一本でシャイシャイ言ってた人か。もうこれ色々でかすぎてアクスタ買っちゃいそうや。ジーンズが太ももに負けてる。ムチムチ。ムチムチすぎて逆にキャラでガスン詰まり感あるな。この11年ちゃん。ここまでする必要ないんだわ。画像立て縮小してそう。ぬるぬる動いてムチムチでバインバインで期待通りのバインド藤井監督だった。体良すぎるだろこの鉱物お姉さん。このキャラデザはフェチアニメだな。鬼前好きにはたまらん。ムチムチジーンズは9時半にはダメですよ。煽りの構図やばない。でかい。このはちきれんばかりの下半身を収めてるデニム高性能すぎるだろ。話の書き込みがすごい。女の子可愛いし鉱石好きだし個人的神アニメ。
思っていた以上に高品質な出来で、これは作者もにっこりだろう。バインド引いた時点で価値格すぎる。新規のアニメでは今のトココンキーチかもしれない。なんか専門的な話が多くて、教育テレビのアニメを見てる気分になってきた。もしかしてこれってマジで鉱物採集アニメなの？ロリとおっぱいは鉱物に興味持ってもらうための釣り絵だからな。原作者的にパンツは批判食らって控えめになった。そんな餌に俺様がくまんは。すごいな。原作だとがっつりとパンチラ見せてんのか。いや、パンツもおっぱいもパツパツも作者が好きで描いてると思う。それはそれとして読者サービスであり釣りでもあると思う。ぶっちゃけ初期のパンモロはノイズになってるぐらい真面目に話進むからな。ムチムチなおっぱいと美麗な自然描写と美しい宝石を採取するロマン。良いアニメだよ。鉱物ってハマるまではただの石だし、産地もただの山や川なので、超初心者の瑠璃の反応はあれで正しいのだ。地学部の陰性化就職は大変そう。ガーネットって高く売れる。全然。ごくごく稀にある上質な石をきれいにカットしてやっと価値が出るのが鉱石なのだ。カッティングが半分くらい重要なイメージ。国産ガーネットの2研磨なんか100円とかそこら。大きくても数百円になるかどうか。工業的に紙やすりに使われたりするガーネットは研磨剤とかサンドグラスト用とか、まあ硬い部類だからそういう用途やな。オープニングエンディングもなんか無色転生みたいだな。作ってるところが同じだからじゃね。フォスフォフィライトは出ないのか。そんな希少鉱石拾えないから出てこないんじゃね。オタクの鉱物採集が流行るな。採集禁止の場所増えませんように。採集というか洞窟。得意げに SNS に上げて警察から声がかかるやつ。採集禁止ってなくても基本的に誰かの土地のものだからな。権利者に許可もらわないと普通に窃盗になるやつ。ああ、もうこれは視聴継続。横手美智子さんなのか。この作画クオリティが保てるなら当たりだな。視聴継続ですわ。Eテレでやるべきアニメ。新規の中じゃかなり良いなこれ。お母さんもムチムチだし最高だ。瑠璃ちゃんが若干畜生だけど、それでディスらないからよし。思っていた以上に興味深い石の話出てくるし、なんか良い雰囲気だし良いアニメだこれ。デカパイムチムチとか言ってる場合じゃないぞ。瑠璃の宝石、作画は文句なし。主人公の瑠璃が高校生にしては相当精神的に幼く見えるけど、鉱物採取を通じてどんな感じに成長していくか次第で話として面白みが出てきそう。思っていたよりはるかに真面目なアニメだった。高校地学の教材になりそうなレベル。21時台早くて見逃すこと多そうだけど、放送時間としては適切すぎるな。アニメとして面白いなと思ったのはもちろんだけど、鉱物の勉強ができるっていう意味でも面白い。原作1巻を発売当初に見つけてに取り、今もハマっていて大好きな作品の一つ。鉱物や宝石の描写をアニメにしたらすごく綺麗に映るんだろうなと思いながら読んでいたので、今日の第1話を見ていてアニメ化してくれてよかったなとしみじみ思う。コイアスに続く地学アニメ登場と思ったけど、コイアスは高校地学全般を扱っているのに対して、本作は鉱物ハンターという設定上地質学に特化している感じなので、そのあたりがコイアスと区別しているんだよね。鬼舞スタッフ制作ということで非常に癖の強いキャラデザや構図の凝りようでさすがだなと、宝石や背景の描写にもちょっとどうかと思うレベルで力が入っているし、雰囲気的に平和なメイドインアビスって感じがする。禁止には必ず理由がある。石は動く。人間と自然の時間感覚の違い。川に投げ入れた石が数万、数十万年後には海やエベレストの頂上、もしかしたら宇宙にあるかもしれない。自然の尊さや広大さ、そして美しさをこれでもかと伝えてくる。それを支えるスタジオバインドの画力、文句なし素晴らしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひ
チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。